皆さんこんにちは。ケイミーのケミジュンコです。今日は、私がずっとやりたかった、この番組なんですけれども、一番お会いしたい方にお越しいただいてお話をさせていただくというシリーズの第1回目になります。はい、今日第1回目のゲストはですね、秋田夏美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう第1回目なんて本当に光栄で、私でよかったんですかね。とんでもないです。もう本当にずっとお会いしたかったので、本当に今日はお会いできてとても嬉しいんですけれども、私もです。ありがとうございます。最初に、簡単に皆さんのご存知だと思うんですけれども、秋田夏美さんのこれまでのヒストリーを少しお話しいただけますか。わかりました。私山梨県の出身で、大学から東京に出てきたんですけれども、大学を卒業した後、最初は日本のメガバンクに入ったんですね。でその後ですね、アメリカに、ビジネススクールにケロックという学校ですけれども留学をしまして、そこでマーケティングっていうものを初めて、知ったと。でただ私の隣におじいちゃんが座っていらっしゃって、もうどんどん手を挙げて質問されるんです。この人すごいなと思って、フィリップ・コトラだよって言われてびっくりしたんですよ。でもうその時に多分60代でいらっしゃったわけですけど、全くその好奇心がせないというか、もう自分よりずっと年若い学生からもうどんどん学んで、もうどんどん新しいものを取り入れていこうっていう人がマーケティングの神様なんだと思ったら、マーケティングってなんか面白いんじゃないって思ったんですよね。そこからですね。そうなんです。著書を読んで、後で人物を知る感じですけど、人物のこの豊かさから学問と研究に入っていかれた。そうなんです。その後私ずっと、卒業後ってマーケティングをなりわいとしてやってきてるわけなんですけれども、その出会いがなかったら多分全く違うことをやっていたかもしれないですね。こうグローバルなステージに活躍を目指されている方も今されている方も多いかと思うんですけど、そこからこう見た世界観というのは、例えばじゃあ、東海岸の金融機関にいらして、でもその前に日本の金融機関も経験されてっていう、このカルチャーの違いというかですね、この辺りは意外と同じなのか全然違うのか、今思うとどうですか。非常にいいご質問だと思います。そうなんですよね。西海岸の会社って、割となんていうんですかね、IT を中心とした生まれてからそんなに経ってない若い会社が多いと思うんです。創業者が今もってトップにいたり CEO っていうようなですね、形の会社も多いので、非常にコミュニケーションもフランクでフラットっていうんですかね、っていうところがあるかなと思います。で服装もそういう意味ではもう本当に T シャツにジーンズみたいな、自分がいかに心地よく、かっちりしてないカンファタブルに、仕事ができるかっていうようなところがスタイルなのかなっていうふうに思います。今現場で何が起こっていてこうでっていうその情報共有と、じゃあどうしようかっていうようなところのですね、進め方っていうところはかなり東とちょっと違うかなっていうふうに思います。で翻って東海岸ってどんな感じかっていうと、やっぱり金融を中心としたオールドエコノミー的な企業さんが多いかなっていうふうに思うので、近しい感じではない。そこにはある程度フォーマルな部分っていうのがあって、服装もそうですけれども、東の方がそういう意味では日本企業さん、大手の日本企業さんと近いかなと思うんですけれども、いろんなことの意思決定も、きっちりいろんなものをちゃんと資料も用意して、でそうしたものを積み上げていって、意思決定がなされるっていうところがあるので、西に比べると意思決定が少し時間がかかるのかなと思います。その反面西海岸は意思決定早いんですけれども、一旦決定したことも結構簡単に変わったりっていうことはあるわけですね。それは状況が変わったりするので、非常にフレキシブルに判断を変えるっていうのは重要なことだと思うんですけど、ちょっと振り回されることもないわけではないっていうことが西海岸の方で、東の方はどちらかというと一旦決めたことはそう簡単に逆に翻らないのかなっていうふうに思いますね。私も結構やっぱり会社員
だった時3社経験して、やっぱりいずれも大きい企業だったので、一度決まったことはもう絶対的に中期的にみんなで取り組むみたいなところがあった中で育ったんですけど、で今やっぱり自分でベンチャー企業をやっていると、勝つためにはやっぱりクイックに角度が7、8割ぐらいでもまずやってみる、で結果で感じてみるみたいなところの戦い方でないと、多分そのリサーチ能力の高い大企業と同じやり方をしていると、なんかやっぱりすごく永遠に勝てない気がしてるんですよね。なのでおそらく多分西海岸だと結構ベンチャーカルチャーみたいなところからずっと大きくなられている会社でもそういう文化なのかなと思うんですよね。やっぱり西と東、西海岸東海岸という違いもあるとは思うんですけど、もう大元振り返った時にやっぱりグローバル企業で挑戦をして、さらにそこからもうキャリアを上げていかれるっていうところが非常に私はもう素晴らしいなと思って拝見してきたんですけど、そこでの苦労は終わりでしたか、それとももう簡単でしたか？私山梨で生まれ育って、非常にですねアメリカに留学した時が20代の半ばですけれどもね、そこまで英語環境で暮らすということがなかったわけですよね。で毎日毎日出される宿題の量も本当にですねすごい量のテキストを読んでこなきゃいけないわけですよね。それはそのネイティブの人であっても大変な量なわけですから、ましてやその単語の一つ一つに引っかかっているような私の場合にはですね、全く前に進まないんですね。そういう意味ではですね、もし自分が何ですかね、若い頃の自分に立ち返ってアドバイスするとしたら、やっぱり英語は大事だと思いますね。とはいえですね、私いくつになっても始めるの遅いってないと思ってるんですよ。なんでしょうね、積み重ねてる努力っていうのは、今年50になりましたけど、やっぱりずっと続けてるかなと思いますし、いくつになってからでも自分が足りないこと、自分にできてないことを克服する努力って無駄じゃないと思ってるんですね。何かやっぱりそのゴールイメージっていうのは、常にステップでお持ちでしたか？例えばこういう大会というか会議でこういうアクセントでプレゼンをして、こういう歓声を浴びて、こういう質疑が来た時こういうふうに返すとか、英語はコミュニケーションですので、どっちに進んでいいのか、どれぐらい頑張ればいいのかっていうのがちょっと見えないので、なんかそういう設定があるんですけど、秋田さんの場合はお仕事始められてからベースのところで頑張れたと思うんですけど、その後も結構やっぱプロの世界で小刻みに何かあったんじゃないかなと思うんですけど、どういう変遷だったかってありますか？そもそも実はやっぱりグローバル企業で西も東も関係なくやっぱり共通して言えるのは、語るべき言葉をちゃんと持ってるには内容があるかってことだと思うんです。どんなに文法的に正しくて、どんなになんていうんですかね、発音も美しくて流れるように美しいプレゼンでも中身がなかったらダメじゃないですか。で片ややっぱり発音は本当にたどたどしくて訛りもすごくても、内容があればちゃんとやっぱり耳を傾けてもらえますよね。でっていうことに気がついてからは、なんていうんですかね、伝え方も大事ですけれども、中身っていうところがこそがあってだなと思ったので、その中身も日本語の場合だと起承転結ですけれども、ご存知の通り英語のコミュニケーションだとまず最初に結論があってですよね。でその結論を補完する、リーズンだったり、それからファクトだったり例だったりっていうものをどうやって組み合わせていったらいいのかっていうことをかなり意識をするようにしました。